皆さんどうもこんにちは。今日はこちらです。タイトルの通りなんですけど、僕のハンドル周りほぼこれ完全体でいけたので、ちょっと紹介しようと思います。もうね、日中は日差しがきつくて気づいたら夏っすね。梅雨なんだけど夏みたいな感じで、めっちゃ雨降ったかと思ったら翌日めっちゃ晴れて、まためっちゃ雨降ってみたいな感じの、どんどん夏らしい天気になってきてるんですけども、僕のハンドル周りめちゃめちゃスマートに決まったんで、ちょっと紹介しようかなというふうに思います。これをメインにおまけでグラベルバイクの方もね紹介しようと思います。ハンドル周りねごちゃついててなんとかしたいって方はね、ぜひね参考にしてください。さあということでやってみました。これが今のね僕のね今のところのベストな状態ですね。もうレッグマウント大好き人間としてはですね、レッグマウントをですね強く推奨するんですけども、ロードバイク乗るときに必要なものは全部入れつつも最小限の範囲でねとどめて超スマートにこうねできたんじゃないかなと思ってます。僕が使ってるのはレッグマウントという製品です。もうこれはね、これ以外に候補あるっていうぐらい本当によくできた商品だと思います。もうマジでこれはお世辞抜きでマジで僕はね、推奨したいんですけども、どうなってるかちょっとねまずは見てもらいましょう。これは僕は一応ロングライド、マックスでも200キロかな、マックス200ぐらいのライド、200から300のライドではこれでいこうかななんて思ってますけども、その時の装備でございます。サイクルコンピューターこんな感じでつけてますね。で下にライトをつけてます。これガシロンのライトですね。これをですね一つに上下にすっきりまとめることができるマウントをつけてます。さらにこちらですね、以前の動画でも紹介したんですが、レッグマウントのスマホケースがあります。これは iPhone X 用なんですけども、これをステムの上に取り付けるために拡張パーツがございます。こんな感じでひねるだけで簡単に取り付けることができる、マウントですね。このパーツめちゃくちゃいいです。スマホを普段ですねサイクリングの時に使っている方はね非常におすすめですね。これ普段このスマホはですね、こんな感じでリングがついていて、指を引っ掛けたりとかね、立てかけたりとか、いろんな汎用性が高いんですけども、これを外します。そうするとこんな感じなんですけども、これをそのままマウントとしてガチャンと取り付けることができるんですよね。で取り外す時はここにレバーがあるので、ここを押しながらひねってあげる。これだけでできます。さっき縦でやりましたけど、もちろん横ももちろんできます。すごいですよね。すごいシンプルで、かつこの状態だったら絶対に取れないと思います。もうグラベルとかでも絶対多分外れることはないぐらいの素晴らしい強度だと思ってます。ちなみにこのチャリフリのバイクにもこのレッグマウントプラスのマウントはついてます。これはステムにこうねゴムバンドで巻きつけるタイプなんですけども、これをつけてます。こんな感じでこうパチンと簡単に取り付けることができます。ここを押して下げるって感じですね。このバイクは割とライトに使うバイクなので、このステムのねこのサイコンとかつけずにレッグマウント用のアダプターだけをつけてるって感じですね。サイコンはもちろんメインで見てるんですけども、スマホですね、なんか、ポケットから出すことってなんやかんや多くて、すぐ見る状態だったらいいなと思いつつも、場所的にね新たにこういうとこつけるのなんだかなと思ってたんで、この拡張パーツのおかげで割とスマートにつけることができてとても満足してます。なんやかんやサイコンは優秀なんだけど、スマホで Google マップでパッと調べたい時とか、そういう時にすごく便利。スマートフォンをサイコン代わりにする場合でも、これはすごくね頑丈ですごいフレキシブルで、いちいちケースをね、なんか取り替えたりしなくても、もうこれを外してこのリングつけちゃえば普段のいつも通りのね便利なスマホケースになるから、このフレキシブルさがすごい個人的には好きで、自転車に取り付けられるんであればよりいいなと思って今回これをつけてみました。でこのケースも安いんですよ。2000円しないすごい安いケースだから、いいのは分かるけど高いんだよなっていう人でもこのスマホケースはすごい安いので、かなりいいと思います。さらにですね、自転車乗るときやっぱベルをつけなくちゃいけないんだけど、ベルじゃあどこにつけてるかというと、こういうですね両持ちタイプのものがですね、レッグマウントあって、個人的にはこれがすごいおすすめなんですけど、これ用のベルがあるんですよ。僕とか今までこうライトにこうベルをくくりつけたんだけど、もうその必要すらなくなってしまったっていう、非常にね優秀でございます。でやっぱりですね、こんだけこう
片手持ちのものもいっぱいあるんだけども、個人的には両手持ちの方がおすすめで、なぜかというとやっぱりね、人間と同じで片腕でずっとこう重いものを先端の方に握ってるとやっぱ疲れちゃうんですよね。どんどん振動とかで下がってきちゃったりとか破損の恐れもあると思います。片手で物を持つより両手で持った方が安定するよねということで、これも両手で持った方が圧倒的に安定感がありますね。僕なんかグラベルなんかもこれで行ったことありますけども、全く動じないです。非常によくできてます。僕がレッグマウント好きな理由のもう一つの理由として、精度が半端ないです。レッグマウント使ってある方なら分かると思うけど、このネジの精度とかこのハンドル周りのこの精度とか一切ガタがない。めちゃくちゃ優秀だと僕はね感じてますね。はい、例えば今サイコンが前に来てるけど、このネジを変えることでサイコンを後ろに、スマホを前にみたいなことも簡単にこのボルトのこの部分を取り替えるだけで、すぐに交換することができます。さらにこう穴がたくさんついてると思うんですけども、これはねボルトの位置ですね、変えることができます。例えばもっと手前がいいなっていうんだったら、この位置をちょっとこっちにしてあげるとさらにこっちになるし、逆にね、奥にしたいとか、この携帯のスマホの位置もちょっとずらしたいっていうのも3つあるので、好きな位置にね調整することができるというですね、こういうね細かいところがよく分かっててですね、こういういじるのが好きな人はね気に入ってもらえるんじゃないかなと個人的には思ってます。これはまあワンデイライドですね。マックスでも200キロぐらいだと思うんだけども、例えばツーリングで2日3日、充電することができない環境で走る人も結構いると思います。僕なんかもねよく経験したことありますけども、それのための拡張パーツなんかもございます。それがねこれなんですけど、これはね下にこう取り付けることでこうマウントを2つに増やすことができるんですよ。こんな感じで六角レンチで簡単に止めることができます。 OK、 これはですね2日3日4日とかでもいけると思います。すごいロングライドをするとき、キャンプツーリングとかね600キロとか1000キロとか走るときなんかはライトを2つつける人結構多いと思うんですけども、そういったときにこういうのを使うとかなり、いい感じです。かつしかもすごくスマートに取り付けることができます。はい、例えばですけどこの部分を GoPro にしてこう、車載動画をね撮るみたいなことも全然いいと思います。7月に佐渡を一周する予定なんですけど、その際にこの状態、いわゆるライトを2個つけた状態でやろうかな、どうしようかななんて思ってますけども、あとはここをちょっとねサイコンの角度、水平もいいけど俺実はちょっと斜めにした方が見やすいんだよねって人でも自由自在に好きなポジションでこうボルトでね固定することができるので、自分好みに本当にカスタマイズできるのが本当にこの製品、このメーカーのいいとこなのかななんて思います。もうねベタ褒めしちゃってますけども、ベタ褒めするとこしかないんですよこれ本当にめちゃくちゃいい。でこの拡張ポイント、スマホのマウントもすごくいいんですけども、ここを例えば GoPro つけて車載とかもできますし、なんならここにライトをつけてもいい。ここのライトはちょっとあれか、GoPro マウントとかもね売ってます。でこれはちょっと先ほどのものと比べて若干短いんですけども、短くても全然いいよっていう、そんな長くなくてもいいよっていう人なんかはこういうのもね売ってるんでおすすめです。この状態だったら超ロングとかね2日3日のツーリングでも全然いけると思います。今これね GoPro 用の、ボルト使ってますけども、これでも全然いけます。多分僕はこの状態で佐渡一周しようかなと思ってます。しばらく充電しなくてもね2個マックスの充電だったら3泊ぐらいは全然いけるのかな、もっといけるかな。一日中走るんだったらあれだけど、前にたくさんね物をつけるんであれば絶対に両持ちのものをつけましょう。他にもたくさんマウントがあります。本当に拡張性があって、このカーボンハンドルだろうが黒森のハンドルだろうがブロンプトンだろうがいろんなバイクに対応したマウントがあって、どれにすればいいか分かんないっていう人もいっぱいいると思うんですけども、よく分かんなかったらもうパパッと問い合わせちゃえば全部教えてくれるので、問い合わせちゃった方が早いと思います。ということで今回はですね僕のロードバイクのハンドル周り大公開ということでですね、少しでもねハンドル周りをすっきりさせたいとか、たくさん物をつけたいけどごちゃごちゃなるべくさせずにすっきりさせたいっていう方はですね参考にしていただければなというふうに思います。以上でございます。もしもねすげえいいじゃないですかとか佐渡一周楽しみにしてますっていう方はぜひグッドボタン等々よろしくお願いします。それではまた次回の動画お楽しみに。お疲れ様です。